京都日記。光悦寺。光悦寺へ行ったら、本堂の横手の松の中に小さな家が2軒建っている。それがいずれも妙に収まっているところを見ると、物置なんぞの類ではないらしい。らしいどころか、その一軒には、大倉喜八郎氏の書いた額さえもかかっている。そこで案内をしてくれた小林右近君を捕まえて、これは何ですと尋ねたら、光悦会で建てた茶席です。という答えがあった。自分は急に光悦会がくだらなくなった。あの連中は光悦にお出入りを申し付けた気でいるようじゃありませんか。小林君は自分の毒口を聞いてニヤニヤ笑い出した。これができたので、鷹ヶ峰と鷲ヶ峰とが続いているところが見えなくなりました。茶席など作るより、あの辺の雑木でも払えばよろしいにな。小林君がコウモリで刺した方を見ると、なるほど、もじゃもじゃ生え茂った初夏の雑木の梢が、鷹ヶ峰の左の裾を鬱陶しく隠している。あれがなくなったら、山ばかりでなく、向こうに光っている大竹やぶもよく見えるようになるだろう。第一、その方が茶席を作るよりは手数がかからないのに違いない。それから二人で栗へ行って住職の坊さんに宝物を見せてもらった。その中に一つ、銀の気境と金のすすきとが入り乱れた上に美しい首席で歌を書いた八寸四方くらいの小さな軸がある。これは、すすきの葉の垂れた具合が、ことに出来が面白い。小林君は専門家だけに、それを床柱にぶら下げてもらって、よろしいな。銀もよう焼けている。とかなんとか言っている。自分は敷島を加えて、まだ仏頂面をしていたが、やはりこの絵を見ていると落ち着きのある、ほがらかないい心持ちになってきた。が、しばらくすると住職の坊さんが小林君の方を向いてこんなことを言った。もう少しすると、また一つ茶席が立ちます。小林君もこれにはいささか驚いたらしい。また光悦会ですか？いいえ、今度は個人でございます。自分は忌々しいのを通り越して変な心持ちになった。一体光悦をどう思っているのだか、光悦寺をどう思っているのだか、もう一つついでに鷹ヶ峰をどう思っているのだか、こうなると到底自分にはわからない。そんなに茶席が建てたければ、茶屋四郎次郎の屋敷跡や何かの麦畑でももっと買い占めてむやみに囲いを並べたらよかろう。そうしてその茶席の軒へ、額でも提灯でもベタ一面にかけるがよい。そうすれば自分も初めからわざわざ光悦寺などへやってきはしない。そうとも誰が来るものか。後で外へ出たら小林君が、いい時に来ました。この上茶席が立ったらどうもなりません。
と言った。そう思ってみれば、確かにいい時に来たのである。が、一つの茶席もない、さらにいい時に来なかったのは、返す返すもいかんに違いない。自分は依然として仏頂面をしながら、小林くんと一緒に竹やぶの後ろに立っている寂しい光悦寺の門を出た。竹。ある雨上がりの晩に車に乗って京都の町を通ったら、しばらくして車夫が、どこへ着けますかとか、どこへ着けありますとか、なんとか言った。どこへ着けるつって、宿へ着けるのに決まっているから、宿だよ、宿、と、灯油の後ろから二度ばかり声をかけた。車夫は、そのお宿がわかりません、と言って、往来の真ん中に立ち止まったまま動かない。そう言われてみると、自分も急に当惑した。宿の名前は知っているが、宿の町どころは覚えていない。しかも、その名前なるものが、甚だ平凡を極めているのだから、それだけでは、いくら賢明な車夫にしても、到底満足に変えられなかろう。困ったなぁ、と思っていると、車夫が灯油を外して、この辺じゃおへんかという。提灯の明かりで見ると、車の前には竹やぶがあった。それが暗闇の中に万感の星を連ねて、重なり合った葉が寒そうに濡れて光っている。自分は大変なところに来たと思ったから、こんな田舎じゃないよ。横丁を二つばかり曲がると、四条の大橋へ出るところなんだ。と説明した。すると、車夫が呆れた顔をして、ここも四条の近所どすがな、と言った。そこで、へえ、そうかね。じゃあ、もう少し賑やかな方へ行ってみてくれ。そうしたらわかるだろう。と、まあ、一時をことしておいた。ところがそのまま車が動き出して、とっつきの横丁を左へ曲がったと思うと、突然かぶれん状の前へ出てしまったから期待である。それも、ちょうど都踊りの自分だったから、両側には祇園団子の赤い提灯が行儀よく火を入れて並んでいる。自分は初めてさっきの竹やぶが建仁寺だったのに気がついた。が、あの暗闇を払っている竹やぶと、この陽気な色町とが向かい合っているということは、どう考えても嘘のような気がした。その後、宿へは無事にたどり着いたが、当時の狐につままれたような心持ちは、今日でもはっきり覚えている。それ以来、自分が気をつけてみると、京都界隈にはどこへ行っても竹やぶがある。どんな賑やかな街中でも、こればかりは決して油断ができない。一つ柳波を外れたと思うと、すぐ竹やぶが出現する。と思うと、たちまちまた町になる。ことに、今言った建仁寺の竹やぶのごときは、その後も祇園を通り抜けるたびに、必ず包括のごとく自分の眼前へと飛び出してきたものである。が、慣れてみると、不思議に京都の竹は少しも剛健な気がしない。いかにも待ち慣れた優しい竹だという気がする。根が吸い上げる水もおしろいの匂いがしていそうだという気がする。もう一つ形容すると、
初めからリンパの画工の筆に登るために生えてきた竹だという気がする。これなら街中へ生えていても、無論少しも差し支えはない。なんなら祇園の真ん中にでも、光悦の蒔絵にあるような太いやつが2、3本、玉立していてくれたら、なおさらもって結構だと思う。裸根も春雨だけの青さかな。大阪へ行って辰村さんに何か書けと言われたとき、自分は京都の竹を思い出してこんな句を書いた。それほど竹の多い京都の竹は京都らしく出来上がっているのである。舞妓。上木屋町のお茶屋で酒を飲んでいたら、そこにいた芸者が一人、むやみにはしゃぎ回った。それが自分にはどうも宗教の下地らしい気がした。少し気味が悪くなったから、その方の相手を小林くんに一任して、隣にいた舞妓の方を向くと、これはおとなしく椿餅を食べている。生え際のおしろいが薄くなって、健康らしい皮膚が黒く顔を出しているだけでも、こっちの方がはるかに頼もしい気がする。子供らしくって可愛かったから、体操を知っているかいと聞いてみた。すると、体操は忘れたが、縄跳びなら覚えているという答えがあった。じゃあ、やってお店と言いたかったが、三味線の音がしだしたから見合わせた。もっとも、そう言っても、おそらくやりはしなかったろう。この三味線に合わせて、小林くんが、大津への替え歌を歌った。なんでも、文句は半節に書いたのが、うちにしまってあって、それを見ながらでないと理想的には歌えないのだそうである。時々危なくなると、そこにいた2、3人の芸者が加勢をした。さらにその芸者が危なくなると、お松さんなる老義が加勢をした。そのいろいろの声が、大津絵を補填してゆく具合は、ちょうど針混ぜの屏風でも見るときと同じような心持ちだった。自分はおかしくなったから途中であははと笑い出した。すると小林くんもそれに釣り込まれて、とうとう自分で大津絵を小殺してしまった。あとはお松さんが一人でしまいまで歌った。それから小林くんが舞妓に踊りを所望した。お松さんは座敷が狭いからからかみを開けて次の間で踊るといいという。そこで椿餅を食べていた舞妓が素直に次の間へ行って今日の式を踊った。遺憾ながらこういう踊りになると自分にはうまいのだかまずいのだかわからない。が、花かんざしが傾いたり、だらりの帯が動いたり、舞扇が光ったりして、甚だ綺麗だったから、鴨ロースをつつきながら面白がって眺めていた。しかし、実を言うと、面白がって見ていたのは、単に綺麗だったからばかりではない。舞妓は風邪をひいていたと見えて、下を向くようなところへ来ると、必ず格好のいい鼻の奥で、春泥を踏むような音がかすかにした。それがひねっこびた凶暴の子供らしくなって、いかにも自然ないい心持ちがした。自分は酔っていて、妙に嬉しかったから、踊りが済むと、その舞妓に羊羹だの、
椿餅だの取ってやった。もし舞妓に決まりの悪い思いをさせる恐れがなかったなら、お前はちょうど5度鼻水をすすったぜ、と言ってやりたかったくらいである。間もなく総教の芸者が帰ったので、座敷は急に静かになった。窓ガラスの外を覗いてみると、広告の電灯の光が川の水に映っている。空は曇っているので、東山もどこにあるのだか判然しない。自分は反動的に気が塞ぎ出したから、小林くんにまた大杖でも歌いませんかと言った。小林くんは教則に寄りかかりながら子供のように笑っていやいやをした。やはりだいぶ酔いが回っていたのだろう。舞妓は椿餅にも飽きたと見えて一人で折り鶴をこしらえている。お松さんと他の芸者とは小さな声で誰かの噂か何かしている。自分は東京を出て以来、この派手なお茶屋の中で初めて旅衆らしい寂しい感情を味わった。